皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。あれからもですね、昼ずっと行ってたんですけど、なんぼにも暑いもうちょっと命の危険を感じるぐらい暑くなりまして、それと沖の方ですね、桃井良って自分らが言ってるネビシャとか桃井良って言ってるんですけど、オカメ分布が湧きまして、もう魚が一切入らなくなって、こっちが取れなくなりました。でそれからですね、夜行き出したんですけど、なんと台風来てますね。こんな感じで、この日の夕方3時には日本海に抜ける予定です。ですがですね、2日ぐらい前にですね、なんと沖にいなかったオスのカニの居場所を発見しまして、しかも盆前ですので、盆前のオスのカニの威力すごいんでですね、ということで、もし行ってたら動画になってると思います。台風一過、撮影したいんですけど、ちょっと無理そうですね。これはもう水も濁って抹茶色。台風来るまではですね、まだこの自分ら童顔と呼んでますけど、この童顔たくさんいたんですけどね、この日から童顔全然見えなくなりました。そして見えてるように青さがですね、たくさん出てきまして、この台風の後に操業できないぐらい青さになりましたね。この下野石の周りもですね、今小川っていうホトトギス貝だらけになって全然焦げないようになっています。珍しい。スズ初めてじゃないかな、これ。スズの映像初めてじゃないでしょうかね。この歯恐ろしい。怖い怖い。骨が緑色なんですよね。これ正直あんまり美味しい魚じゃないんですけど、これがめちゃくちゃ好きな人が近所にいます。珍しいですね。一応拾っておきましょう。もう死んじゃってますけど、エラ綺麗なんで。ようやっとカニ。オンガネ、盆前のオンガネは威力すごいですよ。今日はゲッタも多い。いつもいないですけどね。盆前なんでこんな死ぬでも多分結構します。しかしこれは本当に大変ですね。もう単独だけでもしんどい。きつい。こちら方面はですね、イラって言ってるんですけど、山椒魚がめっちゃ湧いてましてですね、この辺もだんだん焦げない感じになってきてます。困ったことです。いや、ナゴンかと思ったらだんだんきつくなってくる。風がガサだらけ。ちょっと神へよしたらガサだらけ。嫌な手長だこ。大だこ。大だこちゃん。大だこちゃん。石金を。どの石金を狙ってたんでしょうか。一緒に落ちてきましたけど。重たっ。しかし風が今日一番に1枚ずついますね。よいしょ。うわ、やっべ。しかし GoPro のパワーすごいですよね。めちゃくちゃ揺れてるんですけど、普通にセットしてると船が揺れてるの全然わからないですね。かなりやばい。プロが取り込めません。ちょっときつすぎて雨も降ってきました。タコどこ行った？タコ。これなんじゃ？これなんでしょう？メバルじゃないし、メバルかな？よいしょ。これはちょっとさ
撮影無理そうですね。よいしょ。とりあえずタコだけ。よいしょ。いやー厳しい。しんどい。これはきつい。天気予報はですね、風速5メーターってなってますけどね、絶対そんなことない。最低でも8、9から10メーターぐらいはこの時は吹いてます、多分。テントもですね、これも枠が抜けちゃってるんですけどね、分かりづらいですけど、でももう直すに直せれない、そのままもう操業してます。ギイダコも見え始めました。いやー、ちょっと船酔いしてきましたね。体調悪かったんで、一晩やれるかしら。おお、デカゴチ、これは嬉しい。2キロありますかね。なんか2キロありそうですけどね、これならまるまる太っとるし。赤ゲタが消えましたね。潮が変わったんで赤ゲタが引っ込んだようです。おお、チヌだらけ。おお、カニチヌ。コチとカニ、こんな素晴らしい。あとはチヌまみれですね。チヌ何本おるん？1。もう盆前なんでチヌでも何でも歓迎です。大凧の子もおい。これが危険。ちょっとギリギリ通ったと思ったんですよね、今。これホトトギス貝の塊ですね。この日以降だんだん増えてどんどん範囲が広がってきてます。よいしょよいしょ。ああ、相変わらず血ぬまみれ。この辺はちょっと石の根を通したら早くも血ぬまみれ。こっちも石の根だからいたんでしょうね。しかしまあ船酔いが、気分ちょっと気分悪いっす。いやしんどい。いや 2,3 日前からちょっと風邪気味だったんですよね。治ったと思って起きたんですけど治ってなかったようです。ちょっとでも体調悪い時に起きくるとやっぱ船酔いしますね。もう吐きそうですけど、しかしこれを見ると疲れが飛ぶと言いたいところですが、さすがにこの日は疲れは飛びません。これ見てももういやなんかもう青さがすごくなりましたね。青さだらけ。これ入るんかな、魚入っとるし。青さだらけでも音金の餌入ってくれれば。西貝も今取れない時なんで相場いいし、まあ盆前なんで何でもいいです。とにかく青さがすごくなりましたね、潮返してから。よいしょ。潮返して潮が行き出して青さがちょっとすごい。全然何も入らんやん、軽くて。こっちは1枚折ってくれればいい。チヌ、お、こっちまたこっち、まさかの、おお、チヌとこっち。よいしょ。こっちまたこれ2キロあるんじゃないです？ないですかね。ありそうですけどね。2キロあってくれたらもう音金と一緒ですね。さすがに東京こっち遅れたとしても盆前なんでオスのカニの方がいいかもしれませんね。とにかく盆前のオスのカニの相場尋常でないんで。いやしかしもあれ青さが、夏にこんな青さなんかあったかな、過去に。あんまり覚えないですけどね。もうあの辺は通さないようにしてます。ここはもう去年から何回ももう上がらんくなりました。この辺はもうホトトギス貝だらけでやれません。もう何度上がらなくなったことか、去年から。いやもう吐き気が、もうライトの調子も悪いし、船がもうバシャバシャなりますんで、配線がもうちょっと飛んじゃって、もう帰りてーと少し慣れてきたと思ったら今度はもう青さでやれないレベル。いや今日はハモがいませんね。一つだけいましたけど今のところ。思ったら2つね。おお、セイマッキ。もうちょっと他に入れてこれを取ろうかな。カニが見えなくなったんで。しかし青さで何も入らんくなりましたね。
カニがおりまへん。ないだのはいいですけど、カニがいなくなったら意味ないですね。つけてくれとった方がいいぐらいじゃない。ハモおらんって言ったら今度ハモだらけ。金庫にあんまり入らないんですけど、もうでもすれてこれが入るからもうハモスレスレですね。これじゃダメだな。まあなんとかカニは取れてるんですけどね、ここまでに。もうちょっと取りたい。この辺も要注意です。上がらなくなります、道具が。もう大型船も全部停泊して運航してません。でもだいぶ慣れてきました。楽になってきました。朝には楽でしょう。ああ、もう軽く見て何も入ってない感が。おー、しかしこれさえいてくれればいいのです。これさえいてくれれば。軽くてほんと何も入ってねえな。まあ青さで道具受け付けてもらえないですね。でもこれさえいてくれればいいのです。これさえいてくれればいいのです。よいしょ。今日は石金も見えてますけど、石金見えるのなんかもう何年ぶりかですね。石金さんはもういなくなったんかと思ってたんですけど、なんといるんですね。もう何年かぶりかに見ました。この間先輩と石金ってなんでおらんくなったんっていう話したばっかりなんですよね。いるのはいるんですね。よいしょ、クラゲか。ちょっと移動しても、おお、素晴らしすぎる。またも2つ。クラゲでダメかと思いましたけど、最後らへんにまたこれおまけで素晴らしかった。塩の代わり目に一番大クラゲを食らわしまして、本当に終わりました。あとはあちらにハモさん。いやー、もうそろそろラストです。とか一旦ないだんですけど、また吹き出しました。よいしょ。いやー、2枚だけかと思ってカメラ止めたらガサのしてから出てくる6枚いました。全部で6枚。でももう3時半過ぎてるんで、おまけのつもりで漕いでるんですけど、おまけにしてはできすぎのおまけでした。これは5時から1なんで、そろそろ寄島に向けて漕ぎながら帰りたいと思いますけど、ここ全然カニとか、去年ちっちゃいカニがいっぱい湧いてるとこがここなんですけど、ちっちゃいカニどこに行ったんかないう話してたんですけど、これまさに多分そうですね。どっかに移動してたんで、丘の方に移動してたんでしょうね。多分川の中か、どういうタイミングで現れるのかわからないですけど、ある日突然出てくるんですよね、こういうのも。狙っては一応来てみたんですけど、当てれてよかったですね。帰ると言いながらまだ反対方向に向けています。5時の位置に間に合うんでしょうか。本当のラストです。これでやっと帰れます。いやー、9時間長かった。おー、さっきの網も下り返しだったんですけど、一時上りの方が良くなったんですけどね。1週間ほどだけですけど、結局やっぱ下りの方がもう全然いいですね。上りの間中少なかったですけど、下りになった途端にもうなんやかんや多いですね。ああ、カニ。おお、またカニ。もう下りの方が圧倒的にいいです。帰りましょう。やっと帰れます。位置間に合うんかな。俺いました。進行、この間より小さいですけど、多分これが標準サイズです。今の時期。この間のは少し大きすぎ。もしかしたら去年のプレゴかもしれません。この間のはなんと帰りにレーダーが壊れるトラブルに途方です。最後の網を4時10分に上げたんですけど、4時35分には港に着きそうです。さすが寄島のすぐ沖。な
んと生きて帰ってまいりました。もう死んどってくれりゃいいみたいな表情です、お母さんは。急げ。さあ今日も急げ。2べ何キロ ?5、6キロ。下り潮の間だけですけど、なんとゲタもいました。久しぶりにゲタ見たような気がする。上り潮も全く入りません。では今日も多数、こっちにも多数、こちらにもいます。これは半端の網、そしてこれが2つ半針玉。やりました。石がね、先日もいたんですけど同じとこやっているんですね。石がねも入っちゃってますけど、動画今すくい忘れたんで1の1匹入れておきました。なんと、そしてこの日は長瀬の人たちがカツオめちゃくちゃ取ってきてましたね。前回の動画で自分が少ないって言ったらいるっていうのもこれまたあるあるですね。まあ台風だったからでしょうね。今日おったんですね、マナガツオ。おお、初めてじゃないですか。初めてね。今日は100取った人がおるそうです。すごい、マジですごい。これはもう大金でしょう。こりゃすごいな。いいサイズの組合に出しているようです。これ最近ですよ。ものすごい日当になるじゃないですかこれ。おお、いらっしゃった。推定 2.6 キロ。今日一番でかいでしょ。あんまり見ないサイズ。今日メナカツオみんな取ってきてます。すごい。ちょっとマナガツオの値段が気になる私。推定 2.6 キロ。来ました。推定 2.6 キロ。いまいちしませんでしたね。もっとするかと思ったけど、マナガツオはいつもよりちょっと安いぐらいじゃないですかね。いやー、頑張った甲斐があったな。むちゃくちゃの相場、小売相場ぐらいやったな。女のだけ普通の相場やったなんでや。さあ帰ってもう一仕事、やつらの散歩に行きます。アーピーの方は多分玄関で待ってるはずですから。待ってるはずです、やつらが。やっぱり待ってた。行きますか。